ハンドメイドでお洋服を作ってるマリカと言います。手作り子供服と雑貨店のラトラスっていうお店も運営しています。お店には子供さんが使ってもらえるようなヘアゴムとかヘアアクセサリーで、ママさんも使ってもらえるようなアクセサリーやハンドメイドで自分でデザインした子供のお洋服と、最近は、ママともお揃いのコーデができる大人服の展開も始めました。誰でも着こなせそうなデザインやけど、ギャザーを寄せてみたりですとか、ちょっとした工夫ですけど、無地でも可愛い、地味じゃなくて可愛いっていうところを見てもらえるような作品を意識はしています。これだったら、この裾絞ろうと思ったのが、まずズボンの着丈に関して、もしかして大きかったらどうしようとか、もしかしてちょっとちっちゃかったらどうしようとか、いろいろあると思うんですけど、足首で止まるので、裾を吸ったりとか汚れたりするのも防げて、で短くなっても七分丈ぐらいになっても全然可愛く着れるデザイン、長く着れると思ったんですよね。ママ目線として長く着れる服っていうのはすごく重宝するし、普段使いやすいデザインっていうのがやっぱりこのズボンに私の思いが詰まっているものだなと思ってます。はい、お気に入りの一着です。自分がハンドメイドを始めたのが、自分の娘にまずスタイを作ってあげたいなと思って、初めてミシンを購入して、で服も作ってみたいってなったんです。やっぱり深みにはまっていくじゃないですけど、で、それを着てお出かけをしたんですよね。でその時に歩いてる人に可愛いねとか、すごく似合ってるねとかって言ってもらえて、人との触れ合い、つながりじゃないですけど、嬉しいなって思ったんですよね。初めてある日友達が欲しいと、それを買いたいと言ってくれて、初めて販売をしたんですよね。でそこから友達が喜んでくれて、すっごくもしかしてお洋服を作る作家になれるんじゃないかって、頑張ったらなれるんじゃないかなと思って、マリカのお洋服制作が始まりました。朝起きたくないなとか、もう仕事行きたくないなっていうのは一回も思ったことがない。朝出る時もう早く出たいです。もうみんな学校とか保育園に送る、もう行きたいと思うけど主人がいるんで、主人を送り出してから行きます。基本的にはもうマリカ自体は4年目に入ってるんですけど、4年前からお洋服を買ってくださってる方がいるんですよね。でそういう方がまた新しいお洋服が出たとか、サイズが大きくなったっていうことでお洋服を購入してくださるってことだけでもありがたいんですけど、すごく受け取った後にメッセージで娘も喜んでますとか、めちゃくちゃ可愛くてもう毎日着てますとか、もう本当にそんな些細なことなんですけど、その些細なことでもすごくやっててよかったなというか、作ってよかったなとかって思うことはよくあります。ちょっとマリカ服がお客様にたくさん渡ったら、道でばったり会いたいです。服を着た子に道でばったり会うことって今までに多分1回あるかないかぐらいなんですよね。近くの方がもうちょっとたくさんマリカ服を知ってくれたら、もうちょっと夢が叶いそうかなと思います。